はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、検証動画となりまして、題して、パイロメインテイム、恐竜種族別、効率的な生物は誰だをお送りいたします。大人気新生物、パイロメイン。テイムが特殊テイムとなっておりまして、簡単に言うと、水につけて体力を減らして浮上、野生生物を炎上させて、炎吸収、ゲージを貯めてテイムコマンドとなります。時間が経って慣れている方も増えてきたと思うんですが、まだまだ苦戦されている方も多くいらっしゃるようですので、一つの助けになればと思いまして、各生物ごとに一匹の生物でどれぐらいゲージが貯めれるのかを検証していこうかと思います。これが分かれば、テイムを開始する前にどれぐらいの野生生物がいれば失敗しないのか目安になるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。今回すべての生物は長くなってしまうので、耐久力高い生物をベースにピックアップしております。火山にいる生物はもちろん、城のようなイカダトラップで別の島に移動させてゲームを開始するという手段も考慮に入れてピックアップをしております。別で効率的な部分として雪山で大量の生物を相手にするっていうのも一つの手段ではあるんですが、今回は恐竜の種族別ということで、そのあたりは省略させていただいております。イカダトラップの作り方は先日お送りしておりますので、そちらをご確認いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、検証の手順としてなんですが、パイロメインはレベル150。相手にする生物に関しては、センター、高レベルが湧きやすいので、大体の目安として、レベル100に統一して、1匹に対してどれぐらいゲージを貯めれるかを検証していこうかと思います。もちろん個体差は出てくるんですが、一つの目安になるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。攻撃部分は同じ要素になるので、早送りさせていただいて、また結果のところだけお話ししていこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。では、検証スタート。テラトサウルスは 7.4% でした。X 君は 11.1% でした。ブロントサウルスは 18.6% でした。
リプロロックスは 27.1% でした。トリケラは 9.4% でした。ステゴサウルスが 24.6% でした。モスコが 8.3% でした。カルボネミスが 16.6% でした。はい、ではいかがでしたでしょうか。結果としてはこういう感じになりました。だいぶ抜粋ではあるので、他にも生物はいると思うんですが、さほどゲージとしてはためづらいところになってきますので、数勝負するか、大きいところで勝負するかというところになってくるかと思います。多少どうしても個体差っていうのも出てくるので、同じ100でも変わってくると思いますし、もちろん実際にはいろんなレベルがいるので、もっと高い生物から低い生物まで出てくるとは思うんですが、一つの目安にはなるかと思います。ケラトが回復しながらなんで、もう少し持つかなと思ったんですが、X もうちょっと上がりそうではあるんですが、いくつか試してはいるので、12、3% ぐらいまでは出たところを確認してますので、多少個体差っていうところが出てくるかと思います。フロントとディプロ多くなってて、ディプロが思ったより多かったので、なかなか脇がめちゃめちゃ湧くものでもないので、いればかなりラッキーな部類になってくるかと思います。トリケラに関しては正面からの攻撃が硬いので、正面から攻撃するようにしていただければ、結構数も湧いて、周りにいれば一緒に襲ってきてくれますので、結構集めやすいところにはなるかと思います。今回あくまで単体なので、メイトブーストとかですね、いらな兼ね合いもプラスアルファで出てくるので、実質的にはもう少し高めに出てくるかと思います。ステゴサウルスに関しては、やはりポイント高かったんですが、注意しないといけないのが、尻尾の突き刺し攻撃。今回、パイロメインの方に刺さった場合は、機上解除なかったようなんですが、一応情報上、機上解除されたっていう情報が入っておりますので、おそらくサバイバーの方に尻尾のトゲ攻撃当たってしまうと、強制的に機上解除されてしまう可能性はありますので、このあたりだけ立ち回りご注意いただければと思います。モスコはもうちょっと持つかなと思ったんですが、結構普通でしたね。でも高い方ではあると思うので、トリケラと同じぐらいにはなるので、結構狙い目かもしれないですね。カルボネミスなんですが、実際数値的にはブロントとかリプルに勝てない数値ではあるんですけども、個体数、脇の数と耐久度からポイントとしては高いところになってくるかなと思います。結果として効率的な生物として、個体値としては、今回の検証としては、リプロドックスが一番高い数値ではあったんですが、脇の部分としても総合的に考えると、狙い目はカルボネミスなのではないかなと思われます。割と個体数湧くところもありますし、海岸沿いで湧きやすいところでもありますので、一番狙い目ではないかなと思います。
カルボネミス体力減ると海の方に逃げていく習性が割とあるので、できればですね、トラップであったり、昏睡しててもゲージ貯めることはできるので、眠らしたりっていう手段で集めておくとやりやすいかもしれません。恐竜種族別でいくとおすすめはカルボネミスということになりまして、リプロ、ブロントなどがいればラッキーというところになってきます。カルカ、ギガノトは戦闘的にうまく立ち回れば勝てるとは思うんですが、そもそも体力が半分なので、なかなかガチンコ勝負では勝てないところになってきますので、ご注意いただければと思います。立ち回りに自信があるんであれば、相手にしてスタンダーウェイ、この9種使ってゲージを貯めれば1匹でいけるかもしれません。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、パイロメインテイム、恐竜種族別、効率的な生物は誰だをお送りいたしました。数値としては、リプロ、ブロントとか高くなってくるんですが、どうしてもセンターの場合ですね、そんなにめちゃめちゃ湧いているところってあんまり見てないの。1に対して周りに他の生物、カルボネミスとか、セゴサウルスとか、トリケラとか湧いてれば一番ラッキーなのではないかなと思います。それぞれ個体差はどうしても出てくるので、前後出てくる部分はあるんですが、十分に貯めていただいて、テイム、スタートしていただくのも一つですし、パイロメイン、非常解除しても、テイム効果は落ちないので、制限時間が10秒を切ると、テイム効果が下がってくるというものになっているので、10秒未満になりそうであれば、非常解除してしまって、またトラップに捉えて5分間待つ。そこから再度生物を見つけてテイムを開始するっていう手間ではあるんですが、一個一個やってみるとテイム効果を落とさずにテイムすることも可能ですので、ぜひお試しいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。